私の名前は美咲。国内大手航空会社に勤務するキャビンアテンダントです。勤続15年のベテランとしてチーフカーサーを任されることも多くなりました。空の上は私の愛する職場。お客様の大切な時間を安全で快適なものにする。その使命感と誇りが私をいつも支えてくれています。その日も私はニューヨーク行きの国際線に乗務していました。帝国通りの出発。離陸前の機内は旅への期待に満ちたお客様の笑顔と心地よいざわめきに包まれていました。美咲さん、今日も頼りにしています。後輩のゆきさんが少し緊張した面持ちで声をかけてきます。大丈夫よ。何かあったらいつでもフォローするから。最高のフライトにしましょう。私たちは笑顔でうなずき合い、それぞれの持ち場へと散っていきました。ビジネスクラスの担当は私とゆきさん。お客様一人一人へのきめ細やかなサービスが求められる腕の見せ所です。ウェルカムドリンクの準備をしていると、一人の男性が登場してきました。年頃は50代半ばでしょうか。仕立ての良い高級スーツに、腕にはこれ見よがしに光る金の腕時計。いかにも、という雰囲気を全身から漂わせています。おい、ここだろ、俺の席は、彼は、搭乗券を私に突きつけるように見せると、挨拶もなしにそう言い放ちました。その声には、明らかに人を見下したような響きがありました。はい、お客様。3A のお席、窓側でございます。こちらへどうぞ。私は表情を引き締め、プロフェッショナルな笑顔で、彼を席へご案内します。しかし、彼は着席するなり、今度は座席をあちこち触りながら、不満そうな声を上げました。なんだこのシミは。ちゃんと清掃しているのか。不愉快だな。彼が指さしたのは、言われなければ気づかないほどの、本当に小さな点のような汚れでした。もちろん、私たちの清掃は完璧です。おそらく、前の便で何かが偶然付着してしまったのでしょう。大変申し訳ございません。すぐにお拭きいたします。私が丁寧に謝罪し、クロスで拭き取ろうとすると、彼は、私の手を払いのけるように言いました。いい、もういい。どうせ、大した教育も受けていないんだろう。君たちに何を言っても無駄か。その言葉は私の心に冷たい棘のように突き刺さりました。悔しさで唇を噛み締めそうになるのをぐっと答えます。空の上ではどんなお客様にも平等に最高のサービスを提供する。それが私たちの仕事です。この男のせいで今日のフライトは大変なことになるかもしれない。私の胸に嵐の前の静けさのような不穏な予感が立ち込めていたのです。飛行機が安定した飛行高度に達し、シートベルト着用のサインが消えると、すぐに彼の席のコールランプが灯りました。シャンパンだ。一番高いやつを持ってこい。駆けつけた私に、彼はメニューも見ずにそう命じます。まるで、私をホテルのベルボーイか何かのように扱うその態度に、他のビジネスクラスのお客様たちも少し眉を潜めているのがわかりました。かしこまりました。最高級のシャンパンをご用意いたします。私は笑顔を崩さず、すぐにご要望の品をお持ちしました。しかし、彼を満足させるのは、ここからが本番でした。シャンパンを一口飲むと、ぬるいな。何度で管理してるんだ。なってないな。食事をお出しすると、肉が硬い。こんなものを食わせるのか。シェフを呼べ。映画を見始めれば、ヘッドホンの音質が悪い。テコノミーと同じものじゃないだろうな。彼のコールランプは、まるで警報のように、何度も何度も鳴り響きました。その度に、私やユキさんが駆けつけ、平身低頭で謝罪し、できる限りの対応を尽くすのですが、彼の口から感謝の言葉が出ることは一度もありません。むしろ、私たちの丁寧な対応が、彼の尊大な態度をさらに助長させているかのようでした。君たち CA は、結局のところ空飛ぶ、ウェイトレスだろう。単然、安全というが、飛行機を飛ばしているのはパイロットであって君たちじゃない。もっと自分の立場をわきまえたらどうだ。彼の言葉は私だけでなく、私たちの仕事そのものを侮辱するものでした。隣の席に座っていたご婦人が見かねたように口を挟みます。あなた、少し言い過ぎではありませんこと。彼女たちは私たちのために一生懸命働いてくださっているわ。すると彼はそのご婦人を睨みつけ吐き捨てるように言いました。タンタは黙ってろ。これは高い金払ってこの席に座ってるんだ。それ相応のサービスを要求して何が悪い。機内の空気は彼の存在によって鉛のように重く冷え切っていきました。後輩のユキさんは
バックヤードに戻ってくるたびに泣きそうな顔でうつむいています。美咲さん、私、もう、あの人の席に行くのが怖いです。大丈夫よ、ゆきさん。私に任せて。あなたは他のことに集中して。私は彼女を励ましながらも自分の心の中にも怒りと無力感が渦巻いているのを感じていました。しかし、私はチーフカーサーです。ここで感情的になるわけにはいきません。私は深呼吸を一つして、再び笑顔の仮面をつけ、戦場へと向かうのでした。この長いフライトが無事に終わることだけを祈りながら、フライトが中盤に差し掛かり、機内の照明が少し落とされ、多くのお客様が眠りについていた頃でした。突然、静寂を破るように、エコノミークラスの方から悲鳴が上がったのです。お客様、お客様、しっかりしてください。CA の切羽詰まった声。その声に、私を含め、近くにいたクルーが一斉に駆けつけました。そこには、通路に崩れ落ちるように倒れている、初老の男性がいました。顔は真っ青で、呼吸は浅く、苦しそうに胸を押さえています。どうしたの？わかりません。突然、胸が苦しいと。私は、すぐに状況を判断しました。これは、ただごとではありません。ゆきさん、すぐにドクターコールを、日本語と英語で、繰り返しお願い。他のクルーは、AED と救急医療キットを持ってきて、私は、冷静に指示を飛ばしながら、男性のそばに駆け寄り、声をかけます。お客様、聞こえますか？私の声がわかりますか？しかし、男性の意識は朦朧としています。脈も弱く、非常に危険な状態であることは、素人の私にもわかりました。機内にアナウンスが響き渡ります。お客様にお知らせいたします。機内で急病の方がいらっしゃいます。お客様の中に、お医者様、看護師、または医療関係者の方はいらっしゃいませんでしょうか？いらっしゃいましたら、お近くの乗務員までお知らせください。繰り返される悲痛なアナウンス。眠っていたお客様たちも次々と目を覚まし、機内は騒然とし始めました。心の中で神に祈りました。ここは地上1万メートルの空の上。病院まではあまりにも遠いのです。私たちにできる応急処置には限界があります。数分が永遠のように感じられました。誰も名乗り出てはくれません。男性の容体は刻一刻と悪化しているように見えます。解いてくれ。低く、しかし、凛とした声が人垣の後ろから聞こえたのです。声のした方を振り返ると、そこに立っていたのは、信じられない人物でした。横暴なクレーマー客。金の腕時計の男だったのです。彼は、先ほどまでの尊大な態度が嘘のように、真剣で、緊迫した表情を浮かべていました。邪魔だ。そこをどけと言っている。男はそう言うと、ためらう乗客たちをかき分けるようにして、倒れている男性のそばに膝をつきました。そして、慣れた手つきで男性の首筋に指を当てて脈を取り、動向を確認し、呼吸の状態を確かめています。その一連の動きは、素人が見てもわかるほど、よどみなく、プロフェッショナルそのものでした。AED はどこだ？それから、救急医療キットの中身を全部見せろ。彼は、まるで、病院の救急救命室で指示を出す医師のように、私たち CA に的確な指示を飛ばします。私たちが戸惑いながらもキットを差し出すと、彼は中身を素早く確認し、聴診器を取り出して男性の胸に当てました。ひどい不整脈だ。心筋梗塞の可能性が高い。ニトログリセリンはあるか？はい。ございます。彼の気迫に押され、私たちはただ言われるがままに動くことしかできません。お客様、失礼ですが、あなた様は、私が恐る恐る尋ねると、彼は一瞬だけ私の方に鋭い視線を向けました。鈴木だ。心臓外科医をしている、その言葉に、私たちは火を飲みました。私たちを、空飛ぶ、ウェイトレスと見下していた男が、人の命を救う心臓外科の権威だったのです。チーフカーサー、あんたが責任者か？はい。私がチーフの美咲です。よし、美咲さん。タンタは俺の助手だ。俺の指示にだけ従え。他のクルーは乗客を落ち着かせろ。パニックが一番の敵だ。彼の口から初めて私の名前が呼ばれました。その声には先ほどまでの侮蔑の色は微塵もありません。たるのは一人の患者を救おうとする医師としての強い意志だけでした。はい。私は力強く返事をし、彼の隣に膝をつきました。そこから先はまさに戦場でした。酸素マスク、濃度を最大にしろ。
血圧を測る。マンシェットを。点滴の準備はできるか。ルート確保が必要だ。鈴木医師の的確な指示が矢継ぎ早に飛びます。私たち CA は訓練で学んだ知識を総動員し、彼の手となり、足となって必死に動きました。彼ほど鳴り響いていたコールランプは、今は一つも灯っていません。ビジネスクラスもエコノミークラスも関係なく、すべての乗客が固唾を飲んで私たちの活動を見守っていました。機内はまるで空の上の手術室と化していたのです。ユキさんが震える手で点滴の準備をしています。私は彼女の肩を強く叩き、大丈夫、あなたならできる、と目で合図を送りました。鈴木医師の額には大粒の汗が光っています。彼は限られた設備の中で持てる知識と技術のすべてを注ぎ込み、一人の命をつなぎ止めようと戦っていました。その姿は先ほどまでの横暴なクレーマーの姿とはまるで別人でした。そこには人命救助という崇高な使命に燃える一人の勇敢な医師の姿があったのです。鈴木医師の懸命な処置が1時間ほど続いたでしょうか。長く、しかし、濃密な時間が過ぎていきました。機長からは、最寄りの空港への緊急着陸も検討していると連絡が入っていましたが、鈴木医師はまだだ。もう少し状態が安定するまで、このまま飛行を続けてくれ、と、冷静に判断を下します。そして、ついにその時が訪れました。よし。峠は越した。鈴木医師が深く息を吐きながら言いました。聴診器を外した彼の顔には、疲労の色とともに安堵の表情が浮かんでいます。倒れていた男性は、まだ意識ははっきりしないものの、苦しそうな呼吸は落ち着きを取り戻し、顔色も少しずつ良くなってきていました。助かったのですか？私が尋ねると、鈴木医師は静かにうなずきました。最悪の事態は免れた。とは、着陸してから専門的な治療を受ければ大丈夫だろう。その言葉を聞いた瞬間、張り詰めていた緊張の糸が切れ、私の目から涙が溢れそうになりました。その時です。誰からともなく、小さな拍手が起こりました。それは、瞬く間に機内全体に広がり、やがて、割れんばかりの大きな拍手と歓声に変わっていったのです。乗客全員が、スタンディングオベーションで鈴木医師と、そして私たちクルーの健闘を称えてくれていました。あちこちから温かい声が飛び交います。意地悪そうにしていたご婦人も、ハンカチで目頭を押さえながら、私たちに優しい笑顔を向けてくれていました。各種の中心にいた鈴木医師は、少し照れたように立ち上がると、くるりと振り返り、私たち CA に向かって、深々と本当に深く頭を下げたのです。すまなかった。絞り出すような彼の声。俺は君たちの仕事を完全に誤解していた。ただ飲食物を運ぶのが仕事だと思っていた。だが違ったな。君たち CA が日頃から厳しい訓練を受け、冷静に乗客の安全を守るプロフェッショナルだったからこそ、俺も自分の仕事に集中することができた。彼は顔を上げ、私の目をまっすぐに見て言いました。美咲さん、君の的確なサポートがなければ、あの人を救うことはできなかった。君は最高のチーフカーサーだ。心から感謝する。ありがとう。彼の口から発せられた初めての、そして心からのありがとう。その言葉の重みに私の涙腺はついに決壊しました。隣でユキさんも他のクルーたちもみんな泣いていました。それは悔し涙ではありません。丹度と誇りと、そして人の心の温かさに触れた感動の涙でした。飛行機は無事、ニューヨークの空港に着陸しました。タラップを降りる際、鈴木医師は再び私の元へやってきました。これは俺の名刺だ。そう言って手渡された名刺には、〇〇大学病院心臓血管外科教授鈴木一郎と書かれていました。彼はその世界では誰もが知る権威中の権威だったのです。彼はなぜあんなにも横暴な態度をとっていたのか。後から聞いた話では、大事な学会へ向かう途中、様々なトラブルが重なり、極度にストレスが溜まっていたのだそうです。もちろん、だからといって、あの態度が許されるわけではありません。人は、その人の置かれた状況や、表面的な態度だけで、全てを判断してはいけない。どんな人の中にも、私たちが知らない一面や、素晴らしい可能性が眠っているのかもしれない。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。